今日は小児科領域の医薬品について一瞬でできる監査方法を紹介していくよ。ようこそ、薬剤師のオフィスで管理人のハッピーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画はですね、小児科領域の医薬品について僕なりの観点から監査方法をご紹介していければなと思います。僕が新卒薬剤師の時は、小児科の医薬品は全然扱ったことがなくて、すごい苦労した覚えがありますので、今回はそういった方々に向けて、分かりやすく説明できたらなと思います。小児科領域入門編ということで、やっていきたいなと思います。動画の流れなんですけれども、小児科領域の医薬品、11個ぐらいかな、のお薬について、こういう監査方法を僕はやっているよっていうのを紹介していければなと思います。この動画を通して皆様と医薬品の知識を深めていければ幸いです。本日も全力で動画作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速中身に入っていきましょうか。一つ目ですね。監査で覚えてほしい医薬品一つ目がカルボシステインになります。このお薬はね、皆さん小児科のお薬を学ぶにあたって、一番最初にね、監査方法を覚えてほしい医薬品になってます。こちらのお薬は、巨炭作用とか排膿作用があって、体から膿を出しやすくするようなお薬で、よく小児の鼻水の症状とか、痰切りの症状に使われたりするんですよね。で、こちらのお薬、ドライシロップとシロップがありまして、粉薬と液体のお薬が存在しております。それぞれ規格の濃度も違って 50% と 5% になってますね。で、監査で覚えてほしいのが、これですね。魔法の数字 0.06 という数値でございます。これはカルボシステインドライシロップの1日量を求めるための数値になります。体重1キロあたりのカルボシステインの1日量になってますね。例を挙げると、小児の場合、体重が10キロの場合であれば、1日量は 10×0.06 で 0.6g になるということですね。シロップの場合も魔法の数字が使えて、これは 0.06 ではなくて 0.6 になります。単位はミリリットルですね。処方箋のカルボシステインシロップの1日量が6ミリリットルの場合は10キロ。12ml の場合は 20kg である場合がほとんどです。このようにカルボシステインは小児の体重を一瞬で求めることができる大事な医薬品になってきますので、皆さん監査の方法として絶対に押さえておいていただければなと思います。ということで1つ目がカルボシステインでした。それでは続きまして2つ目ですね。小児科領域監査のために覚えてほしい医薬品2つ目がアンブロキソールでございます。この医薬品先発品名がムコソル版で、カルボシステインと同じく巨炭作用のあるお薬で、小児科領域ではよく風邪の症状に処方されたりしますね。ほとんどがカルボシステインとセットで処方されているんじゃないかなと思います。このアンブロキソールの監査方法としては、カルボシステインと似ていて魔法の数字を使うことができます。小児の体重1キロあたりの1日量がドライシロップの場合は 0.06g、シロップの場合は 0.3ml に1日量がなってきます。こちらに例を挙げますと、ドライシロップの場合、1日量が 0.6g の場合は小児の体重が 10kg の場合がほとんどです。シロップの場合、1日量が 3ml の時に小児の体重は 10kg である場合がほとんどということですね。ただこれカルボシステインと違って1点注意点があります。それは顔料規格の違うアンブロキソールっていうのが存在しているので注意が必要です。カルボシステインの場合はドライシロップであれば 50%、シロップであれば 5% しかそのほど顔料規格のものがね存在しないんですが、アンブロキソールの場合はドライシロップとシロップでそれぞれ顔料規格パーセントの違うものが2種類ずつ存在しますので、違う方だとこの魔法の数字が使えなくなってしまうので注意が必要です。ほとんどの場合がドライシロップであれば 1.5%、シロップであれば 0.3% のものが在庫としてあると思うんですけど、流通が不安定だったりするとね、違う方がもしかしたら在庫としてあるかもしれないので、その場合はちょっと監査方法には添付文章を見ながら注意していただければなと思います。ということで、監査で覚えてほしい医薬品2つ目がアンブロキソールでした。続きまして3つ目ですね。小児科領域監査で覚えてほしい医薬品3つ目がカロナールアセトアミノフェンでございます。この医薬品はもうめちゃくちゃ有名だと思うんですけど、解熱鎮痛剤になります。小児科領域では発熱の症状に対して頓服で処方されることがほとんどですね。こちらの医薬品、ドライシロップというか粉薬に関してはいろいろ違う顔料規格のものが存在するんですよ。有名どころで言うとカロナールの 20%、50%、あとは原末とかもありますし、ジェネリックだと40%
40% もあったりするんで、なかなかさっきみたいに魔法の数字で覚えるのは効率が悪いんですよ。じゃあどうやって覚えたらいいのかっていうと、1回量あたりの成分量で覚えるのが効率がいいですね。こちら、体重 1kg あたり1回量っていうのは成分量として 10mg から 15mg と決められていますので、これで覚えれば、あとはね、違うね、顔料規格だったとしても、その成分量の範囲に入っているかどうか確認すればいいだけなので、こちらの覚え方がおすすめになっています。例えば、小児の体重が 10kg である場合は、1回量が成分として100から 150mg の中に入ってなきゃいけないんですよね。液体のシロップのものに関しては 2% のものしか存在しないんだけれども、この粉薬の顔料規格の異なるものが多いというところで、カロナールに関しては1回量体重 1kg あたりが10から 15mg になると覚えておいていただければなと思います。ということで覚えてほしい医薬品3つ目がカロナールでした。それでは続いて4つ目になります。小児科領域監査のために覚えてほしい医薬品4つ目がモンテルカストになります。この医薬品は併売品でして先発品が2種類存在するんですよね。キプレスとシングレアっていうのがあります。全然名前が違うのでややこしいんですけど、どっちもモンテルカストでございます。このモンテルカストはロイコトリエン受容体拮抗薬でアレルギーの症状を抑える気管支喘息であったり、鼻炎とかによく使われたりしますね。小児科領域では小児喘息とかに使われることが多いです。このモンテルカストなんですけれども、小児科領域では細粒とチュアブル錠が使われます。この2種類の剤形の使い分けっていうのは年齢によって決まってます。年齢の境目になるのが6歳になります。6歳未満は細粒を使って、6歳以上の小児はチュアブル錠を使うっていうルールになっておるので、ここがね、監査のポイントになります。で、僕がもうここだけ覚えてほしいっていうのが、6歳以上はチュアブル錠っていうのを覚えてください。これ、僕なりの覚え方があるんですけど、皆さんチュアブル錠っていう字を見ていただきたいんですけど、この小文字のゆっていう字と語尾の錠をそれぞれ1文字とした場合に、全部で6文字あるじゃないですか。で、ここから6歳っていうのを連想していただいて、最後の錠で以上っていう風に覚えていただくと、6文字以上、6歳以上、モンテルカストチュアブル錠は6歳以上みたいな感じで、覚えやすいかなと思いますので、おすすめでございます。ということで、監査で覚えてほしい医薬品4つ目がモンテルカストでした。それでは続いて5個目ですね。小児科領域を覚えてほしい医薬品5つ目がプランルカストになります。こちら先発品名がオノンで、作用基準はさっきのモンテルカストと一緒でロイコトリエン受容体拮抗薬にあたりますので、気管支喘息であるとかアレルギー性鼻炎に使われます。1日2回で使われる医薬品なんですけど、規格が2つあってカプセルとドライシロップっていうのがあるんですよ。で、小児科領域に関してはこのドライシロップがよく使われますので、この監査方法をお伝えします。監査のポイントとしては魔法の数字を使うことができまして、こちらは魔法の数字 0.07 になります。これは小児の体重 1kg あたりの1日量を示しております。例えば小児の体重が 10kg の場合はオノンドライシロップの量っていうのは1日あたり 0.7g になってます。20kg の場合は 1.4g ですね。みたいな感じでこの魔法の数字使っていただければなと思います。オノンドライシロップに関してもカルボシステインと同様で、顔料規格がねこの 10% のものしか存在しておりますので、この 0.07 は出てきた時めちゃくちゃ使えるんじゃないかなと思います。で、これも覚え方があって、チュアブル錠とちょっと似てるんですけど、皆さんプランルカストっていう文字見てみてください。これ7文字じゃないですか。ここから0.07 の無理やり連想していただければなと思います。で、ということで覚えてほしい医薬品5つ目がプランルカストでした。それでは次行きたいと思います。6個目ですね。監査のために覚えてほしい医薬品6個目がツロブテロールでございます。これ先発品名が北内になってまして、作用基準としては β2 刺激薬になりますので、気管支を広げる、要するに気管支喘息であるとか息苦しさに使われる医薬品になってます。小児科領域ではよくテープ剤が使われるので、このテープ剤の監査方法についてお伝えします。まずこのテープ剤っていうのは規格が3種類存在しておりまして、0.5mm、1mm、2mm っていうのが存在しています。で、この規格っていうのは年齢幅によってそれぞれどれを使うのかっていうのが小児科領域では決まってます。で、この監査のポイントとして皆様に覚えていただきたいのがたった6文字でございます。ちょっと恥ずかしいので1回しか言わないですけど、381と皆さん覚えてください。381です。これ何を意味してるかっていうと、3歳から8歳の間に関しては1ミリのものを
使うということでございます。これを覚えておけば、3歳未満は 0.5mg、9歳以上は 2mg を使うとね、いう風に覚えられるんじゃないかなと思いますので、皆さんこのツロブテロール、ホクナリンテープに関してはですね、381と覚えていただければなと思います。ということで、覚えてほしい医薬品6つ目がツロブテロールでした。はい、皆さん、ここから後半戦ですね。少し疲れてきたと思うんですけれども、最後まで頑張ってください。監査のために覚えてほしい医薬品7つ目がメジコンになります。こちら成分名がデキストロメトルファンで、中枢の脊中枢に働きかけることによって効果を表す咳止めのお薬ですね。よくアスベリンの在庫がなかったりすると、小児科領域でもメジコンの粉薬、メジコン酸が使われたりします。で、このメジコン酸、添付文章を見ていただくと、小児科領域の年齢幅による量であるとか、成分の記載がないんですよね。これが困ったというところで、じゃあどうやって小児科領域の正しいね、成分の量、医薬品の量っていうのを判断したらいいのかっていうと、これ僕のやり方が2つあって、シロップの量を見ていただくっていうことと、ウォンハルナックさんの表を使っていただくということがあります。順番に説明していくと、まずメジコンには配合シロップっていうのがあって、この添付文書に関しては年齢幅でメジコンの成分量、ミリリットルで記載されたりするんですけれども、そこから換算してメジコン酸を考えていくやり方が一つ。二つ目がウォンハルナックの表っていうのがあるんですけど、皆さん、大学時代に習ったアウグスバーガーさんの式っていうのがあるかなと思います。こちらは成人量のお薬を小児に対してはどれぐらい量を使った方がいいのかなっていうのを求める計算式ではあるんですけれども、そちらの式を簡単にまとめたのがウォンハルナックさんの表なんですよね。年齢で大体成人量の何分の1使った方がいいよっていうのが書いてあるんですけど、覚えやすいところは3歳とか7歳のところですね。3歳は3分の1、あとは7歳、7歳8歳で2分の1になったりしますので、この表であるとかメジコンシロップを参照していただいて、メジコン酸の量をね、決めていただく、正しい量になっているかどうか判断していただくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、覚えてほしい医薬品7つ目がメジコンでございました。それでは、ここから先は抗アレルギー薬を連続で紹介していきたいなと思います。8つ目ですね。覚えてほしい医薬品8つ目がレボセチリジンでございます。こちら先発品名がザイザルで H1 受容体拮抗薬というところで抗アレルギー薬、よくアレルギー性の鼻炎とか花粉症とかね、使われたりする医薬品ですね。で、このレボセチリジンに関しては監査のポイント大きく2つございまして、用法というところと年齢でございます。まず、用法からなんですけど、こちらはですね、1日1回か1日2回かで一瞬で監査する方法でございます。で、この用法が変わる境目が小児科領域においては1歳になるんですよね。まず用法が1回だった場合は1歳未満、2回だった場合は1歳以上の小児となります。つまり1歳以上15歳未満が1日2回で、1歳未満、つまり0歳ですね。0歳に関しては1日1回になりますので、ここはもう用法で一瞬で見分けられるポイントなんじゃないかなと思います。よくあるあるな間違いとしては、レボセチリジンが0歳の方に対して1日2回で出ちゃったりするんで、こちらはね、もう用法が違うというところで判断することができます。で、次、2つ目の監査のポイントなんですけど、年齢ですね。これは先ほどの1歳もそうなんですけど、7歳というところですね。7歳に関しては、用法はそのまま1日2回のままお薬の量が変わるポイントの点になってきますので、この7歳というところのね、覚えておいていただければなと思います。ちなみに7歳以上の小児に関しては、1日量としては成人量になるんですけど、1日2回で飲むんですよね。基本的にレボセチリジンの成人量って1日1回で、成分量として5ミリなんですけれども、先ほど申し上げた7歳以上15歳未満の小児に対しては、1日量は成人量と一緒 5mg なんですけれども、これを1日2回に分ける、つまり 2.5mg ずつ飲むお薬になりますので、ここもね、注意する点かなと思います。ということで覚えてほしい医薬品8つ目がレボセチリジンでした。
それでは続きまして9つ目ですね。小児科領域覚えてほしい医薬品9つ目がセチリジンになります。こちらは先発品名がジルテックで、同じ抗ヒスタミン薬にあたりますので、花粉症のようなアレルギー性鼻炎であるとか皮膚のかゆみに使われたりしますね。で、このセチリジン小児科領域ではよくドライシロップ、粉薬で出ることが多いんだけれども、監査の方法覚えてほしいことはたった一つでございます。それは7歳ということです。この7歳を境目にして1回量が変わってくるお薬ですので、皆さんこの7歳っていうのをね、とりあえず覚えておいていただければなと思います。でちょっとこの7歳だけだと寂しいので、このセチリジンの豆知識をお伝えすると、先ほど説明したレボセチリジンとセチリジンってめちゃめちゃ名前似てますよね。この2種類の医薬品は構造異性体の関係になっていて、使われている化学構造自体はほぼほぼ一緒なんですよ。わかりやすく例えると手のひらに例えることができて、皆さん手のひらって右手左手これ合わせると重なって同じものに見えるんだけれども、開いてみると親指とか左手の位置が逆になっていたりしますよね。みたいな感じでセチリジンがラセミ体なので、右手左手がこちら1対1で含まれているものなのに対して、レボセチリジンっていうのは効果のある片側だけを抜き取って作られた医薬品なんですよね。これすごいですよね。成分量を見ていただければ分かりやすいと思うんですけど、例えばレボセチリジンであれば成人の場合1日量が 5ml ですよね。でセチリジンは1日量が成人で 10mg になってるんですよ。みたいな感じでセチリジンの片側から効果のあるものだけを抜き取ったので、量が2分の1にレボセチリジンではなってるよということなんですよね。この知識については、理解を深めるためにも覚えておいていただければなと思います。ということで覚えてほしい医薬品9つ目がセチリジンでした。それではどんどん参りましょうか。10個目ですね。小児科領域覚えてほしい医薬品10個目がオロパタジンでございます。こちら先発品名がアレロックで、先ほどと同じく抗ヒスタミン薬になりますので、アレルギー性鼻炎とか皮膚のかゆみに使われたりしますね。で、このアレロックの下流がですね、小児科領域ではよく使われたりするんですけど、個包装タイプのものが在庫としてある場合が多いと思いますので、他のお薬とは混合せずに、この個包装のまま患者さんにお渡しする場合がほとんどかなと思います。で、こちらのオロパタジン、監査の方法はたった一つだけ覚えてほしいんですけど、それは7歳以上は成人量ということです。大事なので、もう一回言いますよ。7歳以上は成人量です。これどういうことかっていうと、厳密に言いますと、成人に関してはね、錠剤を使うので、そもそも扱う規格が錠剤と下流で異なってくるとは思うんですけど、成分量に直していただくと、7歳以上は成人量になるんですよ。具体的には成分量として5mlが1日2回になりますので、この7歳以上は成人量を抑えてください。逆に7歳未満であると成人量の2分の1になりますので、成分量として 2.5mg を1日2回になってきますので、この7歳というところをね、覚えておいていただければなと思います。で、皆さんここまで抗ヒスタミン薬の監査方法をお伝えしてお気づきかなと思うんですけど、成分の量が変わってくる年齢の境目って7歳である場合が結構多いんですよ。ここがポイントですね。例えば7歳の変わり目のお薬、今まで説明したレボセチリジン、セチリジン、オロパタジンの他にケトチフェンであるとか、あとはロラタジンですね。ザジテンとクラリジンっていうのがあったりするんで、処方箋でね、皆さん7歳という処方箋を見つけたらちょっとムムムっと思っていただいて、量が大丈夫かなっていうのを見てほしいですね。よく年齢の変わり目、6歳から7歳になったばかりとかだと、7歳未満のお薬の量のまま処方されたりね、してくるんで、この年齢の境目、特に7歳のところは抗ヒスタミン薬気をつけていただければなと思います。ということで覚えてほしい医薬品10個目がオロパタジンでした。はい、皆さんいよいよこれで最後になります。11個目ですね。小児科領域覚えてほしい医薬品11個目が点鼻薬になります。で、これ点鼻薬大きく2つございまして、フルナーゼとナゾネックスについて小児科領域では覚えてほしいですね。順番に説明していくと、まずフルナーゼ、こちら成分名がフルチカゾンプロピオン酸になってるんですけれども、小児用のフルナーゼっていうのが存在するので、そもそも成人用と小児用のフルナーゼが存在するというところで押さえておいてほしいですね。で、これあるあるなのが小児なのにもかかわらず成人用のフルナーゼが処方されちゃったりするので、
で、ここはね、注意するポイントかなと思います。そしてお次が謎ネックスについてなんですけど、これ使うデバイス自体は小児も成人も同じなんですけれども、12歳を境に容量が変わってくるんですよね。小児も成人も1日1回なんですが、12歳を境に1回ずつ噴霧するか、それとも12歳以上は2回ずつ噴霧するかっていうのが変わってきますので、この噴霧回数の違いが12歳で起こるというところをね、謎ネックスについては覚えておいていただければなと思います。詳しくはね、僕点鼻薬に関する動画作りましたので、こちらの動画見てほしいですね。ということで、小児科領域の医薬品で覚えてほしい医薬品11個目が点鼻薬についてでした。はい。皆さん本日はここまで見てくれてありがとうございます。今回は小児科領域の医薬品について僕なりの観点から監査方法をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか？僕が社員時代、薬剤師1年目の時は全然小児科領域のお薬を触ったことがなくて、2年目にいざヘルプでね、小児科門前の薬局に行くってなった時に、すごい苦労したというか、恥ずかしいをした覚えがあるんですよね。なので僕と同じ境遇の方に今回の動画、ためになる動画になっていたら僕はすごい嬉しいと思いますね。なかなかね、他のお薬とは違って、小児科領域のお薬って細かく量が決まってたりするんで、全然ね、薬剤師の仕事内容が変わってくるんですよね。そこも含めて今回の動画役立っていたら、僕は嬉しいなと思います。最後に宣伝にはなんですけれども、私、管理人のハーフィーはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T ハーク運営しております。薬剤師様、薬局経営者の中で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。